疲れ様です。ひろさんキッチンです。今日はですね、失敗しない究極の味わいのコロッケをご紹介します。これ以前ライブでご紹介したレシピなんですけど、おみくじコロッケですね。で、コロッケって手間がかかる料理なんですよね。なので、もう一度手間をかけてめちゃくちゃ美味しく究極にしちゃえばいいんじゃないかと思って開念しました。で、究極に作るポイントがあります。材料を蒸し焼き。で、失敗しないポイントが卵を使わない形が丸です。これが肝になってます。早速調理のスタートです。はい、じゃあ材料の確認ですね。じゃがいも、人参、薄力粉、パン粉、塩、水、油。はい、これだけしか使わないです。今日はごくシンプルなじゃがいものコロッケなんで、この材料になってます。それでは材料の準備します。はい、野菜はこんな感じで一口の大きさに切ってもらえば OK です。ちょっと人参が多かったかなと思うんですけど、まあこの辺は適量で大丈夫です。それでは、じゃがいもと人参を柔らかくしていきましょう。まずフライパン温めます。今日は究極のコロッケなのでバター入れます。軽く溶かして切ったじゃがいもと人参入れます。ここに塩振ります。軽く混ぜてもらったら水、ちょっとひたひたなるぐらいですね。こんぐらいです。水入れて蒸していきます。蒸し焼きにします。で、この蒸し焼きが野菜の旨味を引き出して究極のコロッケになる秘密です。ラップして塩振って電子レンジで柔らかくなるまでチンでも OK です。それではじっくり蒸し焼きしていきます。それでは蒸し上がったので蓋取ります。いい感じですね。これでちょっと柔らかくなってるかフォークかなんかでこう潰してもらって潰れれば OK です。ちょっとまだ硬いやつがいるかな。まだちょっと硬いやつがいるんで少しだけ水を足して追加で5分ほど蒸していきます。はい。じゃあちょっと水分が残っているけど、もうだいぶ柔らかいですね。いいですね。これだけ柔らかくなってれば OK です。そしたらこれマッシュしていきましょう。で、ちょっとこれ水分残ってるんですけど、火かけながら飛ばしちゃえば OK です。今日、新じゃがを使ってるんですよ。ねえ、新じゃが使うと、どうしても水分が多くなっちゃうんで、このフライパンでやって、水分を飛ばしちゃうっていうのも一個手です。コロッケの中身って、水分が多いと、破裂しやすくなっちゃうんですね、後で。形作るのも大変ですし、なのでこんな感じで潰しながら水分も飛ばしちゃうと一石二鳥ですね。しっかり潰します。はい、そしたらちょっと火止めて、で、こう、種の水分もいい感じで飛んでるので、で、このままちょっと冷めるまで待ちます。でこう冷ましてる間に衣の準備をします。はい、衣の準備をしていくんですが、ここで一つポイントがあります。僕はコロッケに卵を使わないです。もう小麦粉だけですね。小麦粉だけで衣作った方が失敗しづらいんですよ。材料減るし、楽ではありますね。1.5 倍の量の水入れます。入れすぎた。しっかり混ぜれば、バッター液の完成です。すごいフライのハードルがこれでぐっと下がります。パン粉結構使うんで、適量で。はい、そしたらコロッケを成形します。はい、ここで失敗しないポイントがあります。コロッケは丸で作ります。こんな感じで。小判型が定番なんですけど、小判型って意外に爆発しやすいんですよね。で、丸で作るとすごい爆発が防げるので、僕は丸をおすすめしてます、コロッケ。はい、こんな感じで衣をつけていきます。で、この丸にするときにウインナーとか、こんな感じで真ん中入れちゃったりとかすると美味しいです。で、ここ僕1個おすすめの具がカニカマです。このカニカマコロッケに入れるとめちゃくちゃ美味しいんですよ。ね、このバッター液もこれ楽じゃないですか。これも1個つけてポロンと、あとパン粉つけて完成なんで、水分飛ばしとかないとめちゃくちゃ成形しづらいんですよね。種に火通すときにしっかり水分飛ばしてみてください。はい、こんな感じで全部衣をつけ終わりました。さあ次は揚げます。
でコロッケはなるべく油多めで揚げた方が上手に揚がります。油が温まったのでコロッケ入れていきます。これちょっときれいに成形してもらってボン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 揚げていきます。ね、これ丸なんでコロッケ自体に圧力が均等にかかるんで本当に爆発しにくいです。ね、周りがカリッとしたら揚げ上がりです。これで完成ですね。美味しそう。じゃああとはしっかり油を切っておきます。最高に美味しそうに揚がりました。それではちょっと切ってから盛り付けてみます。バスンと。これカニカマっすね。大当たりです。美味しそう。究極のコロッケ召し上がれ。早速1個いただきます。これね、カニカマのやつが本当に美味しいんですよね。なんかカニカマ一番初めです。いただきます。やばこれ。じゃがいもの旨味と人参の旨味の相乗効果ですね。ちょっと言ってる意味がわかんないかもしれないんですけど、コンソメスープを食べてるような感覚ですね。うめ。さあ、いかがだったでしょうか。今日は失敗しない究極のコロッケのレシピをご紹介させていただきました。じゃがいもと人参を蒸し焼きにして旨味を引き出す。これだけでも味が本当に究極になります。で、やっぱ失敗しないようにするためには丸く作ってもらって、衣に卵を使わないです。で、あと油はやっぱ多めがいいですね。高温サットで揚げてもらえばもう OK です。ぜひこれお試しいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。